こんばんは、ロードブロックと申します。1986年の発売から30年が経過しているツインファミコン。コントローラとディスクシステムの修理をしてレトロゲームを遊んでいきたいと思います。今回は一部ボタンが操作できなくなったコントローラを修理します。基本は分解して掃除。これだけです。まずは現状を確認していきます。ロムカセットも接触が悪いので端子部分を拭いて掃除していきます。改めましてコントローラの反応を確認します。電源を入れた途端にスタートしました。ポーズが効かないようですね。十字キーも反応がよろしくないようです。A、B ボタンは反応しますが硬くなってます。スタートボタンは反応なしです。セレクトボタンは反応します。やることは分解して掃除です。ファミコンは電源を切って AC アダプターを外した状態で作業してください。コントローラ裏面に6箇所あるネジを外します。そうするとこんな感じに分解できます。ケーブルを傷めないように基板を外します。少々閲覧注意ですが、電子レンジ等の家電にも使えるようなアルコールシートなどで拭いて汚れを落とします。本格的にやっている方は無水エタノールを用意しているようです。ゴムの裏側についている黒丸、誘電性ゴムが基板側に鉛筆で黒く塗ったように汚れていますので、それが原因でスタートボタンがずっとショートした状態、つまり押したままの状態になっていたのではないかと思われます。なので基板側の念入りにお掃除します。拭き終わったら乾かして逆の手順で組み戻していきます。それではコントローラの反応が改善しているか確認していきます。スタートボタンの押しっぱなしの症状は改善されて反応するようになりました。古いものなので限界はありますが、だいぶ反応が良くなりました。では今回の最後、目的のレトロゲームで遊びます。このゲームは1984年に発売されたレッキングクルーです。配管工ではなくて解体屋さんとなって建物内の全ての壁やはしごを破壊したらクリアというアクションパズルゲームです。はしごや壁を連続で破壊すると高得点になります。壁に隠されたマリオの5文字を順番通りに壊すと1アップします。全100面。後にゲームボーイアドバンスや Wii、3DS にも移植されています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になった、面白かったという方は動画制作のモチベーションになりますので、応援のグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。